皆さんこんばんは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。もうすぐ冬アニメが始まっちゃいますね。今回は結構良さそうな作品ばかりな感じで、少し寂しいです。アニメが始まる前に予習として漫画版の1巻を読んでみようと思います。良作でしょうし、息抜き程度に楽しく読んでいきましょう。今回読む作品はこちらです。賢者の弟子を名乗る賢者です。作者は、龍泉広次様です。2012年から小説家になろうにて連載されており、かなり老舗で人気な作品みたいです。スピンオフがいくつもあるようですし、タイトルからはどんな内容になるのかわかりませんが、楽しみですね。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは賢者の弟子のあらすじはこちらです。VR MMORPG、アースオンライン。深夜のテレビ CM にアクセス用の QR コードが表示されるだけの攻めた広告を打ち出すマイナーゲームである。しかし自由度は非常に高く、アイテムや建造物、国までも作ることができるほどで、多くのユーザーを虜にしていた。そんなゲームで、先森鏡は超一流の召喚術師、ダンブルフ、ガンダドアとして名を馳せていた。モンスターの集団に囲まれていたものの、召喚術で一掃したところ、心配した騎士団たちがやってきた。戦場にもかかわらずピッカピカな鏡のような鎧に自分の姿が映った。そこに映っていたのは、白髪でもじゃもじゃのあごひげを生やした老人の姿ではなく、可愛らしい美少女になっていた。徹夜までしてキャラメイクをして理想の美少女を作った後、満足してキャンセルしたつもりが、4年間も使い続けてきたダンブルフのアカウントに上書きしてしまっていた。しかも、ゲームを終了するの項目はあるがシャットダウン機能が見当たらなくなっていた。さらにメニュー一覧自体も使えない。しかしステータス表示は使えるみたい。触覚や嗅覚などの五感を感じ取り、まるで生きているかのような NPC たち。本当に今まで遊んでいたアースオンラインなのだろうかと疑問に思う鏡。騎士たちの話によると、ダンブルフは賢者として有名だったが、30年前に国境に出現した魔物討伐に出たきり行方不明になってしまっていた。名前を尋ねられた鏡は、自分のことを、ミラ、と名乗り、新しくアースオンラインをスタートするのだった。という1話です。どうして、賢者の弟子、という設定になったかというと、自分の家に帰ってくるなり、直属の補佐官に熱烈に出迎えられたのだが、容姿が違いすぎるため不信感を抱かれたので、弟子ということにして、ダンブルフの代わりを務める役目を受けた、という設定にしたのです。30年も行方不明で、唐突に、しかも性別も年齢も様変わりして帰ってきたら驚かせてしまいますしね。ミラなりの配慮、ということでしょう。つまりこの物語は DS ものになりますね。皆さんが気になるのは DS 要素をいかにうまく使えているかですよね。昔に動画を上げた au 王の時も DS 要素必要あるというコメントがいくつかありましたし、喋り口調からするとおじいちゃんっぽいですよね。しかもこれダンブルフというキャラ作りのための口調ではなく常時この口調です。正直、主人公のような口調のおじいちゃんって未だ出会ったことないので、本当にいるのかどうか怪しいですけれど。そんな話は置いておいて、DS 要素自体はあまり感じなかったです。おじいちゃんのはずなのに、自分の幼い体を恥ずかしくて見れないというのはなんだかなーって思います。喋り口調や見た目、周りの反応からおじいちゃんだと思っちゃっていますが、実年齢は結構若いのかしら？ただ老人区長のロリ娘ってだけにしか見えないです。DS 好きな紳士諸君たちには満足いただけないかもしれません。少女の姿になったから勝手が違うなぁとか、こういう心境の変化があったとかは今のところないです。トイレに行くシーンがありましたが、そここそ男女で大きく違うでしょうに、ほとんど描写がなかったし、そこはページ数の問題なのかもしれませんけれど、
TS 要素を感じさせて欲しかったです。自分の姿を見て、可愛いって思ったくらいかな。あとは、今は女性ものの下着や衣服を嫌がりながら着ていますが、何の抵抗感もなく着出した時、それに気がついて恥ずかしくなるとか、みたいですね。そんな可愛らしいミラの姿なんですが、主人公の性格というか性癖がつかめないです。ダンブルフの姿が最高傑作で非常にお気に入りという割には、今のロリ姿が理想像らしいんです。両極端すぎて、よくわからない。どちらも自分がなりたい姿になっているわけですよね。この二面性は何なんだろう。考えたくはないですけれど、理想像としか言っていないんですよね。このロリ姿のことを。だからこれは、自分がなりたい、ではなく、付き合いたい、結婚したい相手の理想像という可能性もなきにしもあらず。さすがにそんな変態ではないですよね。おじいちゃんですし。変態かどうかわからない主人公ですが、姿が変化しているのをなんですぐ気づかなかったのか不思議です。最初にログイン、転移した時に身長の違いで違和感くらいあるはずですけれど、身長は大きく違うんだから、景色の差で何かおかしいと感じて、自分の体に異変が起きているという自覚があってもおかしくないよね。無理やり感のある展開だなぁと思ってしまいました。設定面を考えると、今ではありふれてしまい王道感がありますが、出始めた当初は目新しかったのではないでしょうか。VR ゲーム内の世界に転移させられて、キャラの姿で生活するって設定は、そういう作品は割と好きですから、アニメが楽しみですね。元プレイヤーは30年という月日が過ぎているにもかかわらず、見た目が全く変わらないというのは不思議な設定です。そういう仕様に世界がなっているとのこと、何か重大な裏が隠されているのは確かでしょう。元プレイヤーたちも詳しくは理解していないようなので、今後そういった世界の謎が紐解かれていく展開になると非常に面白そうです。主人公のキャラは、一巻ではそこまで面白みを感じませんでしたが、世界観の設定は気になるので、続きが見てみたいです。ただ作画は少し気になる部分がありましたね。細かい部分は言わないとしても、絶対おかしいでしょっていうコマがこちら。ゲームを終了するの項目があるのに、シャットダウン機能がないとはどういう意味なんでしょうか？ゲームを終了するイコールシャットダウンですよね。私の解釈が違うのかしら？あと、UI 操作は腕輪で同じなのになぜ操作に気づかなかったのかも謎です。全く同じ操作をしているようにしか見えないので、どう違うのかが全くわからないんです。VR ゲーム時代のメニュー画面と現地世界でのメニュー画面が混在してて、VR ゲーム側の一部が使えないってどういうこと？これは原作通りなのかしら？そしたら元がおかしいのになんで修正しないの？となりますし、機能しないならわかるんです。私がおかしいのでしたら指摘していただけると嬉しいです。全体的に面白そうですし、ミラも TS ロリジジイで可愛らしいのでアニメがどうなるのか気になりますね。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。